ただいまから令和6年教育委員会第17回定例会を開会します。開会に先立ちまして、傍聴者から傍聴申請があった場合は、傍聴を許可することとしますので、ご了承ください。今回の書面員は長崎委員にお願いします。それでは日程第一、議案事項に入ります。議案第32号、障害者活躍推進計画の再策定につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい。それでは、議案、第32号、障害者活躍推進計画の再策定につきまして、前回、9月24日の、教育委員会の方で、説明させていただきました内容と変わりはないんですが、簡単に再度ご報告させていただ議案として今回は提出をさせていただいておりますので、簡単に触れさせていただければと思います。また前回いただいたご質問につきましてもお答えをさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まずこの障害者活躍推進基本計画でございますが、区の職員に対しての取り組み、障害者雇用の取り組みと、障害を有する職員の活躍推進に向けた取り組みの方向性を規定しているものでございます。令和2年から6年度の現在計画を、令和7年度以降の5か年についての改定、再策定をするものになります。現行計画の目標達成等の状況と今後の課題のところで、長崎委員からもご質問いただきましたが、法定雇用率 2.8% を満たせといったところで、他の区の方の状況はどうかというお話をいただきました。23区で調べてみたんですが、法定雇用率については本当まちまちで、達成している区もあれば達成していない区もあるということで、半々よりちょっと達成していない区の方が多いかなというような状況でございました。また定着に関する目標の達成状況も大体本区と同様1年後の定着率 100% といったところも目標に挙げている区が多かったんですが、中には3年間 100% かどうかというところ、世田谷区さんでしたが、そういうふうにやっているところもございました。より厳しくというところもありました。また現状調査といったところで満足度について目標として設定している区もあれば、これまた設定しない区もあるといったところで、大体前年度の満足度より上回っているかどうかというような形で、うちの区本区みたいに75% とか、そういったところ3分の2以上ですから 66% ですね、より上かどうかという形ではちょっと見てない区も多かったところでございます。で今後の課題でございますが、法定雇用率の達成及び維持を目指すといったところでございますが、これがより実は厳しくなりまして、令和7年度から 3.0% というようなところですので、そういった部分で継続的に障害を有する職員の採用が必要だと。またそうした障害を有する職員の能力を十分に発揮できるように合理的配慮をした職場環境を整備していくことが必要だと。また長期的に働き続けられる職場にするためにキャリアの形成の支援、また職員全体の理解の向上が必要といったところで今後の課題の方は記載してございます。また目標については採用目標については法定雇用率を上回る水準の達成及び維持、それから本人の満足度の目標といったところで区で働くことについて満足やや満足 75% 以上、また定着率の目標は1年後の定着率 100% といった内容でございます。取り組みの状況は前回ご説明した通りでございますので、こちら割愛をさせていただきます。最後に長崎委員とあと水野委員の方から特別支援学校の方にこうしたチラシを配っているかというご質問をいただきました。
人事委員会の方に確認したところ、都内だけではなくて、千葉、埼玉、神奈川の特別支援学校や、また全国のハローワークの方にも採用案内の配布をお願いしていると。で、区内につきましては、6出張所、また図書館、また社会福祉協議会、ちみらい千代田などに配布をしているというところでございます。簡単でございますが、私からの説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。前回協議のところで質問がありまして、それにも答えをいただきました。他にご意見やご質問ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。はい。それではこちらは議案ですので、採決を取ります。賛成の教育委員は挙手をお願いします。はい。全員賛成により可決されました。それでは日程第2、協議事項にあります。令和6年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和5年度分報告書につきまして、子ども総務課長説明をお願いします。はい。それでは、協議ということで、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和5年分の報告書の案を、ご覧いただき、ご説明させていただきます。まず目次の方で、ご覧いただければと思うんですが、今回は、点検評価の対象と実施方法、また有識者の方々からのご意見、各事業についての評価及び今後の取り組みと、今回新たにですね、区の教育全般に関してご意見を今回、新たに追加して入れさせていただいたところが大きく今までと異なる点になっているかと思います。で今回点検評価の対象事業でございますが、4つの事業に今回対象とさせていただいたところでございます。お茶の水小学校幼稚園の整備関連事業と神田桜館の施設一部移転による不登校対策の充実、学童クラブ児童館の関連事業、で最後4つ目ですが、子どもの遊び場確保の取り組み、この4つの事業について、こちらの方にも選定理由の方記載してございますので、ご確認をいただければと思います。また、点検評価の実施方法でございますが、教育に関し学識、経験を有する方々から、教育委員会の方が委嘱する有識者の知見の活用を図って点検評価を行いました。有識者の方々の名簿はこちらに記載のある通りでございます。で、会議の開催の状況ですが、7月31日にお茶の水小学校幼稚園の方の視察をと、あと神田桜館、今 PMO 神田須田町の方の教育研究所、また児童家庭支援センターの方の視察を含む形で行ったものでございます。それが第1回目でございます。第2回目は9月の2日、西神田児童センターの方で学童クラブと児童館の方をご覧いただいて、それぞれ視察を含みながら、有識者の方々にご確認をいただきながらご評価いただいたところでございます。この後は、区の方から出した資料となっておりますので、こちらについてはちょっと割愛をさせていただきます。ここから、上岡委員から、お茶の水小学校幼稚園の整備関連事業といったところの評価、また今後の取り組みといったところで、いろいろご意見を、また、今後の取り組みについてのご意見もいただいているところでございます。特に上岡委員からの方は、お茶の水小学校を見て、学童クラブについて拡充した施設といったところ、また放課後の児童の居場所づくりについて積極的に推進、それから体育館をはじめ地域の防災拠点、といったところでインフラについても考えていると。また、地域コミュニティを意識したスペースもあるといったところで、こちらについて、評価できるということのご記載をいただいております。
また今後の取り組みでございますが、学童クラブの質をどういうふうに向上していくのかであったり、地域の防災拠点としてどういうことができるのか、また地域のイベント、学校のイベントを地域のコミュニティを目的とした内容に新たに企画すれば深まるのではないかというようなご意見をいただいたところでございます。また、神田桜館等についてもさまざまご意見をいただいているんですが、すいません、ちょっと一つずつやっていくとちょっと時間がないなっていうのを今感じましたので、後ほど、すいません、他の委員の方々も含めてちょっとご確認いただければ助かります。その後が、皆さんからいただいたご意見をもとに、評価いただいたご意見をもとに、子ども施設、お茶の水小学校幼稚園整備関連事業については、子ども施設課と学文課の方から、ご意見いただいた内容について、こういうふうに運営上の課題であったり、改善点といったところにつきまして、ご返答をさせていただいているところでございます。また神田桜館の施設一部移転不登校対策につきましても、こちらについては、教育政策担当課長の方から、こちらについて、返答の方をさせていただいているところでございます。もちろん指導課とそれと児童家庭支援センターの方も含めて文書の方を見直して返答の方をさせていただいているところでございます。また学童クラブ児童館関連事業につきましては、これも児童家庭支援センターの方からいただいたご意見をもとにさまざま改善をこういうふうにやっていきたいというような内容について記載の方をさせていただいております。それから子どもの遊び場の確保の取り組みにつきましても、これからも新たな遊び場の確保といったところについて、検討していく。また、のびのびと遊べる環境整備に向けて関係部署と連携しながら拡大を図っていくといったところについて取り組んでいくというような記載をさせていただいております。それから今回新たに有識者による区の教育に関する意見といったところでそれぞれ皆様方の知見を生かしてですね、網羅的に皆さんの方からご意見を頂戴したところでございます。上場先生の方からはピサの調査から見るフィンランドの事例と区における教育方法、それから清水委員の方からは昨今の公立学校に対する報道について、それから藤井委員の方からは教育委員会における公立学校への対応について、久米原委員の方からは幼稚園教育、幼稚園給食の在り方について、稲賀委員の方からは今後を見据えた学校施設の在り方等について示唆に富んだご意見をさまざまいただいているところでございます。あとは、残りは資料とございますので、こちらについては割愛の方をさせていただきたいと思います。私からの説明は以上でございます。はい、本年度から新たに、自由な意見をですね、教育委員会に対して各委員さんからせっかくおいでいただいているのでお話を伺ったということは新しい取り組みでございます。これについてご質問等ありましたらぜひお願いいたします。報告書についてどうぞ。はい、長崎の。はい、有識者の方の総合的な部分がすごく良かったなと思って、ピックアップされたもの以外にそれぞれの先生方の得意な分野のお話が載ってきて、で今後の区の教育の課題としても見ていけるし、
ここがヒントになって来年度のこの点検評価の案とかも出せるかなと思って、すごくいい取り組みだなと思っています。どうもありがとうございます。ありがとうございます。他に、はい、はい、水野委員長。こちらを読んでいくつか質問があるんですけど、いいですか？はい。ルカ先生が書いてらっしゃる通り、中高生に何ができるかさらなる検討が中高生のことについて書いてらっしゃると思うんですけれども、はい、今後も中高生に何ができるのか、その需要を検討し対応されると良いのではないかと書いてらっしゃるんですけれども、例えば文京区でしょうか、B ラボといって中高生専用の居場所づくりを、10年ぐらい前からしている取り組みがあったりするので、例えばこれ中高生タイムって1時間だけですよね。もう少し中高生の居場所っていうのが欲しいっていう意見も保護者から聞いたこともありますので、こういった中高生に対応した居場所づくりっていう検討をしてもいいんではないかと思いました。はい、質問といいますか意見です。はい、はい、これについては何か2年ぐらい前も見に行って文京区に行ったりして検討はしているところだと思うんですが、これその後の経過とか今の現状どうですか？そうですね。じゃあ確かに水野委員おっしゃっている通り、児童館では1時間中高生タイムを設けて、やっているところですが、もう少し長い時間であったり、塾が終わった後の行き場所がっていったところで、以前4番町の図書館の方ではかなり騒いでいるお子さんが多くてみたいな話も私も聞いていたところではございます。今度4番町の図書館が新たにできますと、中高生用の学習室を設けたりとかっていったところもやりますし、今の上の千代田図書館の方でも中高生用の部屋を少し増設してやっているところではございます。区として、何がどこまでできるか、やはり集まるっていう場合にはやっぱり場所が必要かなとは思ってますので、ちょっとそちらの場所の確保をしながら何がどこまでできるのかっていったところはちょっとまずはいろいろ検討の方させていただきながら、今水野委員がおっしゃった G ラボを文京区の青少年委員さんがいろいろ発案してやられたというふうにも聞いておりますので、どういうやり方がいいのか、またどういう運営の仕方がいいのか、そちらについては多分ある程度民間に頼らざるを得ない部分があろうかなとは思いますので、そういったところを含めていろいろちょっと検討して、対応していきたいなというふうには思っております。それに伴うそれに必要なまたお金だったりマンパワーだったりいろいろ考えなければいけないところもあるといったところで、少しお時間はいただくとは思いますが、区として何も考えてないというわけではなくて、何かどうにか対応していきたいという部分もちろん思ってございます。よろしい。はい、ありがとうございます。集まるっていうか、図書室で集まるというだけじゃなくて、会話もできるというね、そういうスペースも欲しいというようなことも聞いておりますので、それを含めてまた今検討しているということでございます。どうぞよろしくお願いします。他にありますでしょうか。はい、すいません。すごく読んでいて先生方のご意見がすごくごもっともだなっていうところが納得するところがとても多くていい答えがありました。まず保護者と、学校と保護者と地域と一体になってとにかく連携を取らなきゃいけないというところがとても重要だなと思いました。お互いに理解を示して先生の働きやすい環境を作ることが大切かなと思いました。あと、最後の方の藤井先生の34ページかな。大人の論理でいいとか悪いとかじゃなくて、子どもの側に立って子どもの声をしっかり聞き取る
ことが大事だということで、なんか他にもどこかにあったかと思います。やっぱり子どもがこう何を考えてどうしたいか、大人はこれが一番いいんじゃないかって勝手にこう決めつけてしまうけど、本当は子どもはそうは思ってないということもあるので、やっぱり子どもの声を常にこう聞く、アンケートを取ったり聞くことが大切かなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。子どもの意見表明権というのはね、これからも大事にしていかなきゃいけないんで、そんな場も作りながら学校の方でもですね、そういった場をから子どもたちの意見をねどんどん取り上げていくような形にぜひこれからはね、していきたいなというふうに考えております。他にございますでしょうか。はい、水野。はい、すいません。15ページに、神田桜館の伝による不登校対策の充実というところで書かれていらっしゃいますけれども、不登校特例校の設置についても検討してほしいというふうに書いていらっしゃいまして、この前の私行かせていただいた研究協議会でも、宮城県の富谷市が不登校特例校不登校特例校を作って出してパンフレットをいただいたり実際のお話聞いてきたんですけれども、学校をもう一個作るような形にはなるので大変かとは思うんですけれども、その白鳥教室せっかく新しくもなりましたし、こうなんていうかこのハイブリッド型ではないですけど、先生をもう少し投入したりですとか、なんかこう千代田区ならではの環境ができたらいいんではないかと思いました。ありがとうございます。それについては石戸課長お願いします。ありがとうございます。不登校特例校については実はちょっと検討はしたんですけど、実は昨年度も23区の中で23区で不登校特例校やってるとこ4区しかないんですけれども、その中の一つの区をちょっと視察に行きました。で今も室課長課とでも不登校特例校の会でも話はあるんですけど、実は不登校特例校に配置する教員の確保自体がまず難しいっていうところ、そこに値するそこをやっていただく教員っていうのがまたちょっと難しいのと、あと一番大きいのがその特例校に通うことに重く感じてしまって不登校特例校の不登校が発生しているっていう現状が今あるようで、なかなか運営のところで課題が多いっていう話も聞いています。で今本区の場合4つの柱というところで白鳥教室、あとスペシャルサポートルームの方は本年度から全校に設置したっていうところ、あと白鳥教室先ほど言った白鳥教室も新しくしたと、あとこれからちょっとフリースクール等との連携も踏まえていくところで、実際のところ不登校数としてしましても特例校が置いてあるところの言い方はですけど10分の1程度の人数なので、今現在やろうとしているこちらについてまずしっかり進めていこうかなというふうに考えています。ただですね、不登校特例校、他区の状況導入状況とも踏まえまして、今後ですね一つの研究材料にはなっていくのかなというふうには考えております。なので、決して無視するような部分ではないかというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。続けていいですか。はい、はい、どうぞ。すみません。この今新しく移転した PMO のところは5年間っていうふうに書かれてるんですけれども、これ5年間でしょうか。はい、その計画をはい、じゃあこれは加藤課長、教育政策担当課長、はい契約としては5年間で、契約をしております。で、区の内部でもちょっと賃料がやっぱりかなり高いというところもありまして、その後の次の移転先をといったところを、見据えて、今すぐ探すっていうところはもちろんそれもやっていかなきゃいけない部分ではあるんですが、ちょっといろいろ低未利用地の活用であったり、また再開発の中で区が所有している部分のどこかで何か作れるとか、
そういったところについていろいろ検討の方はさせていただきたいと思っております。今日は次の場所ができないとなかなかそこからね移れないので、その辺を勘案しながらですね、やっていければというふうに思います。他にございますでしょうか。よろしい。もう一つ、はいはい、じゃあごめんなさい。はい、あとバーチャルプラットフォームについてなんですけど、23ページに、先生が書かれているかな。はい、充実を図っていきたいということで、そうですね、たまたまちょっとアメリカのニュースをで見聞きしてて、ニューヨーク市なんですけれども、プロのゲーマーをこのバーチャルプラットフォームに投入してですね、そのゲームをしながらいろんな学びを導入しているというニュースだったんですけれども、ごめんなさい。もう本当に今のバーチャルプラットフォームは本当に中に入っていって何かをするというか、あまり具体的にちょっと私も存じ上げてないので申し訳ないんですけれども、本当にゲームの中で金融の勉強だったり、アートの勉強だったりできるという環境を今ニューヨーク市が作って実際に動かし始めているというニュースを目にしたので、そういった可能性がどんな可能性があるか、それとあと東京都が主導されてるんでしょうか。なのでちょっと区だけで動くのが難しいのかもしれないですけど、本当にせっかくある環境をもう少し子どもたちに呼び込みやすくする環境が整えられたらいいなと思いました。これについて今検討しておるんですが、指導課長じゃお願いします。指導課長です。おっしゃる通り東京都の事業でやっているところなので、今利用している子どもたちにとってあまり興味深いような、空間にはなっていないかと。空間自体は学習ができるものと多少なちょっと少しゲーム的な要素がある空間とっていうのがあるんですけども、やはりちょっと興味引く関心引くような内容になってない。東京都の方にもちょっと確認したところ、多少オリジナリティ出していいような話も出ているので、そのあたり踏まえてですね、今ちょっと私なりに考えているのは、ちょっと企業さんともうまく連携しながらイベント的なことができないのかとか、あと近隣の大学等もちょっと話を進めて学生さんにちょっと入ってもらって、そこでいろんなコミュニティが広がるんじゃないかとか、そういったところも、ちょっと千代田区ならではの、バーチャルラーニングプラットフォームっていう、ものが作れるんじゃないかというところで今検討に入っているところです。まだ少しそのあたりすぐにはっていうところにはならないかと思うんですけれども、なるべく早い段階でそういった、子どもたちにとって興味関心が引くような、そんな空間になっていけばいいのかなというふうには考えているところでございます。以上です。ありがとうございます。なかなかの中身の課題があるので、子どもたちが興味を持って入りやすいところにやっぱりそういったソフトが必要なので、今これから研究して今指導課長が言ったような形でというふうに思ってます。でアカウントもやっぱり不登校の子に上げて、でそこから家からでも入れるようなことも考えているというふうに聞いておりますので、ぜひそれもよろしくお願いします。他にございますでしょうか。はい、佐藤委員。すみません。4の各事業についての評価及び今後の取り組みのところで、E の学務課さんからの28ページで、括弧1の結構括弧2の手前のところ、お茶の水小学校幼稚園の学校施設の開放についてはっていうところがあるんですが、これ学校施設の開放っていうといろんな教室の開放のことを言っているのかなと思って読んでいくと、最後に校庭開放運営委員会に協力を求めていくということになっていて、校庭開放運営委員会は校庭のことだけなのではないかなと思うんですけど、教室のことはまた別なところかなと思うので。じゃあ学務課長。そうですね。校庭開放、学校の開放と教室等の開放と、この
校庭開放の運営委員会で実施している校庭開放とはちょっと別のことになりますね。そうですね。この学校施設の開放ではなくて、ここのところはそうすると学校の校庭開放については奈良はちょっと分かるんだけど、学校施設のっていうか、まあ校庭だけではなくて体育館も入るよね。そうですね。学校開放の中にはそうですね。学校の施設の体育館ですとか特別教室とかも開放している学校もありますけれども、学務課ではその中で校庭開放の部分っていうところではあるんですけれども、そしたらどこかにその校庭開放についてはっていうのがないと、上のところとつながっていってしまうように思えるんですけど。じゃあちょっとそちらについたものを少し見直させていただければと思います。お願いします。基本的には普通教室は貸し出しはしないので、中でいうとお茶室みたいなところも貸してはいる。それ校庭開放委員会でっていう話じゃないよね。だからそこはちょっと分かるように書いておきたいなと思います。はい。お願いします。はい、他に何か。最後に一つ。はい、すいません。何人かの先生書いてらっしゃるんですけど、ヤングケアラー支援についてで今現状区ではヤングケアラー。はい、ヤングケアラー。じゃあ、はい。はい、じゃあ吉田氏と。ヤングケアラーの支援はそうですね。直接何か個別に特別やってることはないんですけれども、我々でいけば当然いろいろ相談事案を受ける中でもしそういうご家庭があれば必要なサービスをご案内するとか、他の関係部署と協力するとか、そういったことはやっています。で、今年度法改正もあったので、そういった周知っていうんでしょうか、区役所の関係部署ですとか、あと学校、幼稚園保育園さんですとか、そういったところの集まる会議とかでもそういう周知を行っていたと思います。はい、わかりました。他にございますか。よろしいですか。はい。それでは次に参ります。千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部改正について子ども支援課長説明をお願いします。はい。手元の資料3で、ご説明をさせていただきます。千代田区立幼稚園使用条例施行規則の一部改正についてでございます。9月10日のご決定いただきました時に幼稚園の入園の申し込みにあたって、その他問題整理と合わせて議決いただいたところでございますが、今回は幼稚園の令和7年4月入園申し込みにあたりまして、入園申込書の様式改正を行う必要があるため、その他必要な様式改正と合わせて、ご議決いただくものでございます。そのために今回、頭出しという形で、協議をいただくところです。改正内容につきましては3つございます。まず第2号様式、こちらが入園申込書でございます。雇用保険法施行規則の一部の改正がございまして、入園申込書上で入園意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、育児休業給付金の支給延長を認めないこととされたことから、入園申込書の育児休業の延長を希望する旨の選択欄を廃止するものでございます。もう一つが第8号様式、こちら退園届になります。父母双方の同意のない退園届が提出されることを未然に防ぐために、幼稚園の退園届に2名分の保護者署名欄を設けるものでございます。これまでは1名の署名で OK というところでございましたが、父母双方の同意を確認するために2名分の保護者欄とさせていただきました。それからもう一つが第5号様式でございます。こちら家庭状況の調査書でございますが、保護者の誤りが多い箇所などの文言の見直しですとか、記入欄の簡素化を図るものでございます。議案といたしまして、別紙の通り、資料を参考にお付けさせていただいてございます。様式は以下2号、8号となってございます。施行期日は交付の日からとさせていただきますけれども、
第2号様式につきましては、入園希望日が令和7年4月1日以後の入園申し込みについて適用させていただくものとさせていただいてございます。簡単ですが、ご説明は以上です。はい。以上つきまして、ご質問ありましたらお願いします。はい、長崎。はい。退園届の、保護者2名分の署名欄を設けたっていうので、もちろんもう1人しかいない場合は1名分でいいのかっていう確認と、あと、婚姻関係にはあるんだけれども、例えばEV とかでシェルターに入るようなこととかで2人分の署名が厳しいような時っていうのは何か配慮がいただけるのかとか、その辺を教えてください。はい、子ども支援課長。はい、子ども支援課長です。まずお一人の場合につきましてはもちろんお一人だけという形でございます。見届けであったり同居人であったりですとか、そういった場合については、今基本は住民基本台帳、これによって世帯の構成を確認させていただきますが、個別にお話をさせていただきながら、その辺の実情はですね、こちらで理解もしながら、適正な手続きが認められるような形でですね、こちらの記名の欄、運用していきたいと思ってございます。ありがとうございます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それではこれら2件については次回、議案として提出させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは日程第3報告事項に入ります。令和6年千代田区議会第3回定例会報告につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい。それでは、資料についてご説明をさせていただきます。令和6年第3回区議会定例会の日程でございますが、本日10月8日まで、とりあえず進んでおりまして、決算の分科会であったり、それから、常任会、それと最後10月17日が最終の継続会という予定になります。今のところは無事に進んでいるかなというふうに思ってございます。資料については区長の招集挨拶であったり、今回は招集挨拶の中では猛暑対策、風水以外の対策、それから就学前教育、子育て施策の充実、令和5年度の決算の状況、また来年度、令和7年度の予算編成について、区長の方から挨拶がございました。それから、発言通告につきましては、これは飛ばし、すみません、代表と一般質問の通告については、こちらちょっと飛ばさせていただきまして、今回、子ども部関連としまして、5人の方から、質問をいただいたところでございます。代表質問を1人、一般質問4人となってございます。小林孝也議員からは、児童生徒への受動喫煙の影響ということで、小中学校の通学路上の喫煙所による児童生徒への受動喫煙の影響について、ということの質問が来まして、喫煙所設置を所管する地域振興部と連携し、喫煙所の通学時間帯の運営や設置基金などについて必要に応じて協議をしていくという答弁をしてございます。岩佐良子議員の方からは、社会的養護の推進ということで、児童相談所は設置しないけども、地域内に乳児院また児童養護施設もないけども社会的養護をどういうふうにしていくのか、また連携支援について、ケアリーバーに対する支援、里親委託というようなご質問をいただいたところでございます。今回児童相談所を設置していないことより、都の児童相談センターとさまざま連携や役割分担が大変重要だというところで、都が職員配置等の支援を児童養護施設また乳児の方を行っておりますが、区としても対処後の支援を担う当事者という立場で
ケース会議への参加、また施設への訪問などして情報共有を図るなど積極的かつ緊密に連携していくと。またケアリーバーというのは施設対象者への支援ということで、児童相談センターから必要な情報を区に円滑に引き継ぐため、さまざまなケースの個別ケースの検討会議を開催しておりますので、対処後も必要な支援を取り組んでいくといったところの具体的な内容について答弁をしているところでございます。また牛尾議員の方からは若い世代への支援ということで、18歳で区切られているといったところにつきまして、19歳以降になるとどういう形で支援を受けられるのかといったところの質問をいただいているところでございます。19歳以降につきましては施策の実施にあたって、保健福祉部などと連携して横断的な対応を現在も行っており、政治に達した後も引き続いて支援できる体制を構築しております。その他の各種手当の支援などをそれぞれライフステージに応じて担当の所管によって行っていることを答弁しているのと、奨学金の返済等も今後も国や他自治体の動向など注視していきますというところの答弁をさせていただいているところです。それから野沢議員の方からは区立小中学校全生徒へのパソコンの配布について生成 AI 対応できるパソコンに検討してほしいといったところのご質問をいただいているところでございますが、さまざま現在生成 AI については年齢で区切られ利用を区切られているところもありますので、そういったところについて国のガイドラインの改定の動向を注視しながら、公務での利活用また教員の技術力向上を図っていくといったところで答弁をしているところでございます。林議員からは、子どもが健やかに育つための環境の確保に向けた取り組みの成果と課題といったところの質問でございます。こちらについては待機児童ゼロ対策として保育所の整備を中心に進めまして、この20年間で16回に待機児童ゼロを達成していると。また、令和5年度については区内初となる幼児保育室を開設であったり、保育施設全園でおむつ等の支援事業を実施しサービス向上に図ってきた。今後の目標は近年の酷暑も考慮した子どもの遊び場のさらなる確保や日時の拡大を図っていきたいと答弁してございます。最後、岩田議員でございます。学校における動物の飼育と越境入学不正問題につきまして質問をいただいているところでございますが、適切に飼育の方をしてきたと。また今後の飼育については保護者の意向も踏まえながら園で検討していくと。それから空気害収穫につきましては適正に処理をしていますといったところで答弁の方をさせていただいているところでございます。説明は以上でございます。これについて何かご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。すいません。はい、また。喫煙所のことなんですけども、私が思い浮かべだけで今2箇所ぐらいその学校の近くにあるんですよね。それ1箇所はもうそのお店の前っていうのかな、そのところで単にこうすだれを置いてそこでみんなもう並んでるんですよね。そういうものの規制っていうのはできないものなんですか。すみません、答弁の中で本当は入れてるんですが、すみません、ちょっと説明が不足していて申し訳ございません。まず健康増進法であったり、あと、文部科学省からの通知、また東京都の、子どもを受動喫煙から守る条例っていうのがありまして、
学校施設内外で受動喫煙がないようにしなければならないというように定められております。で今おっしゃっていただいたようなところについて必要に応じて、ここにも記載の方させていただいてますが、やっぱり通学時間帯の喫煙をちょっと一時的にちょっとストップしてもらうなり、そういったところについてもし教えていただければ、それは地域振興部と連携しながらどういうことができるのか対応の方はさせていただきたいと思っております。わかりました。他にございますか。はい。では続きまして、子ども子育て支援事業計画の概要につきまして子育て推進課長説明をお願いします。はい、子ども子育て支援事業計画の概要につきまして、資料につきましてご説明をさせていただきます。こちらの計画につきましては、現在、策定来期のですね、計画を、策定作業を今進めさせていただいておりますけれども、その中でですね、この計画策定にあたりましても、大きな課題とですね、あと方向性につきまして、概観と見えてまいりましたので、本日ご報告をさせていただければと思っているところでございます。まず計画の目的でございますけれども、教育、幼稚園に関わる、保育園などの保育、それと地域子ども子育て支援事業、17事業ほどございますけれども、こちらの5年間の計画期間内における需要量と供給量、これを見込みを明らかにいたしまして、これを計画的に実施するための指針とするというところで、この第3期の千代田子ども子育て支援事業計画を策定してまいるものでございます。5年を1期とする工程計画でございまして、これはニーズ調査と人口推計をもとにしてですね、こちらの数算出してまいりたいというところでございます。でこの計画で掲載する主な内容でございますけれども、この計画、どこの範囲を計画で定めるんだろうかというところでございますけれども、こちら教育、幼稚園に関わるんですね、こちらと保育所など、子ども園などございますけれども、保育、それと地域の子ども子育て支援事業、こちらのですね、量の見込みと供給体制の確保、これを明らかにしまして、その実施時期と、またこれらの事業の方向性について掲載をしていくものとなってございます。この計画策定にあたっての大きな課題でございますけれども、ご覧の3点と捉えているところでございます。教育、幼稚園に関わる部分につきましては、昨年度末ですね、区民ニーズ調査を行わさせていただいておりますけれども、そこでいろいろ出ている結果もございます。こういった結果をはじめとしてですね、こういった国際教育の推進などさまざまな教育の課題というのもあるかと思いますので、こういったものに応じて運営の改善等を今後検討していく必要があるだろうというふうに考えているところでございます。また保育に関わるところです。主に保育園等でございますけれども、こちらの人口動態の変化が見られ始めてきておりまして、特に就学前人口は令和2年度をピークに減少傾向なんですけれども、こういった変化ですねが出てきているところで、これまでのその量として用意してきた待機児童対策として量を確保してまいりましたけれども、今後はその保育の質の向上というところでですね、シフトをしていくと、転換していく必要があるというふうに考えているところでございます。また地域の子ども子育て支援事業でございますけれども、別紙の2の方に付けさせてございます。事業といたしましては、こちらご覧のですね、17の事業、預かり保育でありますとか、いろいろですね、病児保育もそうですけれども、こういった事業がございますが、こちらについても計画で定めていくところでございますけど、捉えている課題といたしましてはですね、大きく2点、病児保育と子ども誰でも通園制度、こちらについて、導入に向けて検討していく必要があるだろうと考えております。病児保育につきましては、今1箇所できておりますけれども、まだまだ足りない現状があるというところ。また子ども誰でも通園制度につきましては、令和8年度から新たな給付事業に位置づけられるというところもございますので、こちらも合わせて導入を検討していく必要があると考えております。施策の方向性でございますけれども、幼稚園につきましてはですね、このニーズ調査の結果を捉えまして、給食の提供でありますとか、また長時間家庭の検討、また教育内容の充実などを行うことで、利用者のニーズに応えていく方向と考えております。で並行してですね、将来的なその認定こども園化っていうところも、検討の訴状に挙げて、進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。保育に関わる分でございます。こちらの需給バランスの変化を踏まえましてですね、今後質に転換していくという見直しを図っていくというところで考えてございます。
具体的には大きく4点考えてございまして、1点目、ちょっとこちら、丸1と丸2は、全保育園に対しての各論的な部分になりますけれども、1つはですね、独自の基準を満たす認可外保育施設、これ2施設ございますけれども、こちらの保育の教育につきましては、待機児童対策としてですね、行ってきた、暫定的な措置であるということも踏まえまして、この計画期間中に、段階的に見直しを行っていきたいと考えております。ただ見直しにあたってはですね、これまで待機児童対策を担ってきていただいた部分もございますし、事情等々もございますので、園の意向を十分尊重しながらですね、十分な移行期間を設けるなどして、慎重かつ丁寧に、実施をしていきたいというふうに考えているところでございます。丸2につきましては、丸1と、関連していますけれども、こちらの認証か認可かというのを進めてまいりたいと思います。丸3につきましては、これも要望ございますけど、発達障害児特別、発達障害児の特別な配慮が必要な方、こういった方についての保育士の増員、こんなものを、促進していったりとか、4番、質を高めていくっていうところでは、研修を強化したりとかですね、保育士の補充を拡充していったりとか、監査を強化したりだとか、そういったところを進めていくほかですね、3番とも関連してきますけれども、病児保育とか、子育て誰でも通園制度など、こういった選択の可能性についても検討しながら、組ニーズに応えていく施設を目指していくという方向で考えてございます。地域の子ども子育て支援事業につきましてはですね、病児保育と子ども誰でも通園制度、主としてはこの2点を考えてございますけれども、一つ解説はしたけれども、まだまだ今後必要だと考えておりますので、今後の利用実績などを見ながら整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。誰でも通園制度につきましてはですね、これ令和8年度からこの地域の子ども子育て支援事業、先ほどの17事業にプラスアルファになってくる部分でございますので、ここもですね、具体的に本計画の方にですね、需要量を定めまして、これに見合う供給量を確保するための具体策を示していきたいと考えているところでございます。今後のスケジュールでございますけれども、11月にはですね、この計画になるような肉付けをさせていただき、議会とですね、子ども子育て会議の方に意見をいただきまして、1月にはですね、素案になるようなものを作成いたしまして、子ども子育て会議に意見聴取、議会に報告して、最終的には首脳会議にてですね、素案を決定したいと。2月にパブコメを行いまして、3月に議会と子ども子育て会議に報告し、計画を策定したい。そのような流れで考えてございます。別紙にですね、計画の構成案という形で、ご覧の7章を立ててですね、考えてございまして、今の課題や方向性などにつきましては、この第6章のところに入れ込んでまいりたいと考えてございます。これから肉付けを各所ですね、させていただければと考えているところでございます。先ほど申しました地域子ども子育て支援事業の一覧もつけてございます。後ほどご確認を賜れればと思います。簡単でございますが、ご説明につきましては以上でございます。大変大切な計画ですので、また教育委員会での報告を途中でもしていただければと思います。何かご質問ご意見ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。じゃあぜひその点をよろしくお願いいたします。それでは、続きまして学校給食費の改定につきまして学務課長説明をお願いします。はい、学務課長です。学校給食費の改定についてご説明させていただきます。コロナ禍以降物価高騰が続いておりまして、この4月以降も牛乳、卵、野菜等2割から4割食品の値上げが行われていると報道されております。実際にそのような値上げが行われております。給食の食材につきましても高値で納品が続いておりまして、さらに学校給食会ですね、公益財団法人東京都学校給食会より9月25日付で学校給食用の新米の価格の改定ですね、値上げのお知らせが通知がございまして、価格が約6割程度の値上げ、もともと低廉な価格で学校に納品をしているところでございますが、大幅な値上げがあるというような通知がございました。このような状況の中で給食の水準を維持し食育を推進していくために11月から給食費の単価ですね、増額の改定をしたいと考えております。給食費ですけれども
こちらの表の通り、現在の単価よりも約平均50円ですね、50円前後、低学年、高学年で5円ずつ違いまして、あと中学は70円ですね、の値上げを予定しております。その内訳といたしましては、牛乳代が5円、あとその米代ですね、そちらを20円、その他生鮮食品代等で25円ということで、平均50円の値上げを予定しております。そのため11月以降は低学年が340円、中学年が370円、高学年400円、中学校、中等教育学校460円となる予定です。こちらは昨年の11月から保護者には補助をして給食費の全額補助をしておりますので、引き続き補助という形で、保護者の負担はゼロという形になってございます。説明は以上です。物価高騰ということで50円上げるということです。じゃあ何かご質問ありますでしょうか。給食の質の担保ということです。どうぞよろしい。はい。致し方ないというか、上げていただいてありがとうございます。本当にね、質は確保していかなくてはいけないと思うので、値上げした部分も補助でから支出されるということで、あれですよね、残らないような工夫というか、せっかく値上げして提供する給食が残されてしまってはもったいないので、そういった部分もちょっと気にかけていただけたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあそれでは日程第4その他事項に入ります。教育委員会行事予定表候補千代田10月20日号につきまして子ども総務課長説明をお願いします。はい。それではまず、予定表の方から、ご説明させていただきたいと思います。本日10月8日から、最後が11月18日までの1ヶ月間の予定となっております。10月はやはり運動会であったり、妻恋自然体験交流教室等々が行われております。10月25日、前回も報告差し上げましたが、14時から教育委員の視察ということで、今回学童クラブの方ご確認いただきますのでよろしくお願いいたします。それから翌日26日土曜日は13時半から千代田区の文学賞の授賞式でございます。28日は泉小の方の教育委員訪問と。その後はしばらくないですが、11月12日には合同子ども会、13日もですね、オリンピックセンターで行われるというところでございます。予定表は以上でございます。候補千代田の方につきましては、今回、子ども部の案件は4件になります。この中では令和2番の小賀中教育交流事業について2ページを使って特集をしていただきますので、そちらの方ちょっと子どもたちのいろいろ自分たちの声を書いていただいてますので、ご確認をいただければと思います。それ以外の16件につきましては、文化振興課と障害学習スポーツ課の記事となってございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございます。何かご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、果実、仙台市で開催されました市町村教育庁教育委員研究協議会の報告を長崎委員と水野委員からお願いします。じゃあ長崎委員。はい、すみません、先に失礼します。私は、不登校対策、いじめ対策についての分科会に参加しています。
で同じグループになったのが岩手県の雫石の町の教育委員の方と千葉県佐倉市の委員の方、あと沖縄県西原町の教育長等の4名のグループでした。で不登校いじめも、増加傾向で、いじめに関しては軽微なものもしっかり見とっているということで数が上がってきているっていうのはどの自治体もうちの区もそうかなと思っています。で、ここではちょっと地名は伏せますけど重大事案にいじめの重大事案になっている、自治体の方もいて自治体もあってで初動のところでやっぱりちょっと、うまくないんじゃないかっていうような話が出ていました。で初動だったりあとはやっぱチームとしてその対応していくそういったスキルというかそういう部分が足りないからちょっと長引いてしまったり重大事案に発展してしまっているというような傾向が見て取れるというような話題になっています。で佐倉市なんかはいじめ防止の子どもサミットを開催していてやっぱり小中学生の代表の児童生徒が集まって自分たちが自分事として何か発表する機会だったりっていうのがあるとやっぱり意識が変わってくるんじゃないかっていうような話題になりました。でちょっと皆さんで話し合った中でいじめってあってはならないけれども大人になってもいじめってなくはない意地悪な人はどこにでもいるような世の中なのでそういった中で今は受け手がいじめ辛くなると、そこはいじめになってしまうような部分もあっていじめはもちろんいけないんだけれどもいじめられた時に跳ね返す力みたいなものを育てていけたらいいんじゃないかいじめてるのはダサいって思えるようなそういう子どもたちの芯の強さみたいなものを育てていければ少し良くなっていくんじゃないかっていうような話をして終えました。以上です。はい、ありがとうございます。何かご質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ、水野にお願いします。はい、私の、グループは宮城県富谷市の方とちょっとお休みの方がいたのであと宮城県多賀城市の教育長さん3人でした。で、まず多賀城市の不適用への対応についていろいろとご説明いただきまして多賀城市では、非営利法人がまず引きこもりの方の居場所提供をしているっていうのが一つと、あともう一つは、一般社団法人の、団体がオンライン学習オンライン相談を設けているというところあと、市の、学校内、教育委員会という、市としては学びの支援教室と校内居場所のホットスペースというのを設置して、対応に当たっているということでした。でここで興味深かったのは、小学校1年生の児童に対し6月11月2月にテストひらがな音読スクリーニングテストというのをしているということでして、2月になってもひらがなが読めない子がいるというところに注目していてここで読めないとちょっと支援が必要かなというところで注目といいますか、しているということでした。で、今導入しているのがひながら読みアプリというのを小学1年生の子に対して、使っていて、
読めるようにしていくということをしていらっしゃるそうです。それと先ほどもちょっと質問のところで言ったんですけどもう一つの方が宮城県富谷市の教育委員会の方がいらしてて不登校特例校を、設置して対応に当たっているということでここ人口規模が5万人ちょっとということで、なんとなく規模的には千代田区に近いですね。千代田区の方がむしろ人口としては多いですけれども不登校特例校を設置してやっていますというご紹介をたくさんしていただきました。やっぱり廃校になった学校を、改築して専用の教室もう完全に独立した学校ですね。位置づけは分校ではあるんですけれども独立した学校、車の送迎付き、通いやすいように極力、いろいろ配慮しているというお話でした。で、それに加えてですねこちらの教育委員会の方が言ってたのが、多分民間の団体って言っていいんですかユネスコ協会というのが近くにあって、特に親御さんとのコミュニケーションを、大切にしているということでやはりお子さんだけじゃなくて保護者の方のお話もお悩みですとかお話も聞いていくというのが重要ですというお話をしていたことがとても印象的でした。以上です。はい、ありがとうございます。何かご質問ありますでしょうか。はい、ありがとうございました。では続きまして次第にはないんですが学務課長から今後の区立小学校第6学年の移動教室について口頭でご報告があります。じゃあ学務課長お願いします。学務課長です。はい、6年生の移動教室現在箱根に行っておりますがその、移動教室の訪問先ですね箱根から日光に変更したいということで小学校の校長会の会長から、ご意見と、来年度以降の方向性というところで学務課の方にそういったご連絡が通知がございました。日光は歴史的遺産や自然散策伝統文化体験などができる、より豊かな学びの場所として、世界遺産として名高い日光市周辺を、候補地として来年度以降移動教室を実施したいというようなそういった方向性でございます。学務課としては必要な予算の確保ですとか準備を進めていきたいと考えております。報告は以上です。はい。箱根から移動教室を日光にするということで、そういった要望が出たので、予算取りをしながら実施できるような形で向かっているということです。これについて何かご質問ありますでしょうか。はい。長崎の宿泊場所の確保とかっていうのは、今のこの段階の切り替えで可能なんですか。はい、学務課長。はい、学務課長です。8月に候補となる宿泊場所を視察に参りまして数カ所ですね。その中から受け入れ可能な施設としてもいいだろうというところが見つかりましたので、はい、そこを予定してございます。はい、他にございますか。はい。はい、移動手段は何を検討されてますか。僕はバスで。バスで。はい。はい、わかりました。通りバスで。ありがとう。当然向こうでもバス移動になるというふうに思いますので、よろしいでしょうか。はい。それでは教育委員からの情報提供ということでございます。また委員長お願いします。はい。毎回私の方で新聞が元になってるんですけども、私自身やはり教育に関しては非常に門外漢なもんで、ビジネスのことはもう40年以上やってますけども、そういう中で今全国紙日誌の中から
教育に関する問題をピックアップさせていただいて、それで大体毎回20件ぐらい出てくるんですよね。その中で1つか2つか3つかということでこちらで質問させていただきたいなということでやらせていただいてるわけなんで、もう従来からもうこれ千代田区ではやってるよっていうこともあるかもしれないんですけども、その辺も含めてですね、現状を聞かせていただきたいというようなことがこの質問の趣旨なんですね。それでまず1番目はこれ日経新聞の10月3日の記事なんですけども、先ほど給食の値上げの話がありましたけども、施設も残さないようにしましょうということで非常にいいことだと思うんですけども、この給食をめぐる指導がなんか変わっているのかなっていう実感を受けました。私どもの世代ですと給食は残さず食べると、その食べるということで好き嫌いをなくそうっていうのが、そういうような私どもの世代ですとそういう給食に対する姿勢があったんですけども、今は無理しなくていいよとか、この完全間食指導から変わる現場っていうようなことになってるわけなんですけども、これは今のアレルギー対応を含めてね、そういう形で指導が変わってると思うんですけども、当区においてその現状っていうんですか、やはりさっき長崎議会もありましたけども、やっぱり残すその間食指導をしないとやっぱり残すとかそういうことが出てくるからと思うんですけども、その辺はどんなもんなんでしょうね。じゃあ最初に学務課の。はい、学務課長です。そうですね。まずは基本的なエネルギーですね。バランスの良い食事を提供しているというところから盛り付けの見本ですね。それはこのぐらいの量を盛り付けるっていう基本的なところは児童生徒に分かるような形で見本というのを作っております。ただやはり基本は基本で、どの程度食べられるかっていうところがございますのでそれ先生によって例えば最初の量を少なめに盛り付けて、それでおかわりできる人、おかわりしたい人はおかわりをしてくださいですとか、あとは本当にもう最初からその量をバラバラに少ない量のことを、たくさん最初から盛り付けること、そういった形で先生、担任の先生がそこのところは生徒児童の様子を見ながらおかわりですとかそういったところも気を配って本当にバランスよくなるべく残さないようにというところで指導しているというのが現状でございます。そうですね、アレルギー対応というところは、除去食ですね、アレルギーの、対応したメニューを献立を用意するのではなくて、一つの給食からアレルギーがあるものを除いた、お料理をもう一つ用意するという形になるので、自分はこれだけは食べられないで他は食べられるけど他の子のアレルギーの部分も除かれたメニューにはなってしまうんですけれども、例えばクリームシチューなんかは牛乳のアレルギーの多いアレルギーのお子さんとかいらっしゃるので豆乳を使ったりして見た目があまり変わらないような工夫をしてたり、そういった工夫をしながら、ただしやはり除去食っていう通常の給食と除去食の2種類を提供しているところです。好き嫌いというところもやはり給食自体が、家庭ではもう最初から好きじゃないものは盛り付けないとか取らないとかってあるかもしれないんですけど、給食ですとみんなお友達が同じものを食べているので、やっぱりそこで食べてみようかなっていうような好き嫌いが改善されるっていう効果は非常にあるかなというふうに考えています。はい、そんなところです。今の現状として私どもの世代でもそうだったし、私どもの子供が今40ぐらいですけども、その世代でもそうだったんですけども、たまたまうちの娘が野菜が嫌いで、それで給食
でそれの食べ終わるまで返さないっていう当時はねそういうことがあって、それでその娘は苦肉の策でランドセルの中に残した給食入れて帰ってきたみたいなそういうこともあったんですよ。で今はそういうやはりその好き嫌いをなくさせようとかそういうことっていうのはやっぱり難しいんですかね。これじゃあ指導に変わることなんで指導家の方で。須田部長です。まあ、好き嫌いなく食べるっていうのはまあ当然大事な視点かと思うんですけど、これまでは多分指導家訪問だとか教育院訪問で給食いただく機会があるかと思うんですけど、さまざまな食材を食べやすい形で栄養士さんが本当に工夫して提供しているっていう事情もありますし、あと先ほど学務課長もおっしゃってましたがそれぞれ自分でしっかり調整できるっていうところも大切であって、やっぱり自分が今食べられる量っていうのはどれぐらいなのか体調も含めまして、そういったところでしっかり自分の中で調整できるっていうところも指導していますので、なんかこうある一定の時間の中でしっかり食べられるものを自分で調整する、そういった量をですね調整できるようにしっかり指導はしているところです。なので給食残さず食べるっていうのは原則としては変わらないところであると提供されたものなのでそれは原則として変わらないところなんですけれども、強制的にというわけではなくて自分でしっかり判断して食べる量を決めるっていうところのそういった力を育てていると思います。そうすると一昔前みたいに食べ終わるまで返さないなんて今ないわけでね。そういうそんなことしたら大変ですね。それはないです。はい。じゃあございません。わかりました。今の現状がよくわかりましたので、もう私ども一昔も二昔も前の状況を実感として持ってるんで、この記事を見ましてですね、無理しなくていいよって大きく書いてあるんですけども、今の現状と非常によくわかりましたので、ありがとうございました。2点お願いします。はい。2番目がこの日経新聞の9月25日の記事なんですけども、学童保育の落選を2割経験してるっていうのと、共働き家庭で8割が利用を希望してるっていうことで、あとはもう一つは9月24日の記事なんですけども、見えぬ待機児童実態は 1.7 倍っていう、あるいは国の集計基準を変更してこぼれ落ちる利用規模っていうのになってるんですけども、ここにたまたまこの9月24日の中にですね、千代田区の例が出てるんですよ。右下のところですけども、これ見させていただくと、その学童の待機数の基準っていうのとですね、国の定義に沿った待機児童数っていうのは千代田区はゼロなんですね。しかしその潜在的待機児童数っていうのは、これざっくり見て50人ぐらいいるのかなと思って見てるんですけども、その辺のところのその待機児童のその実態っていうんですか、その辺のところは今現状として当区の場合どんな形になってるんですかね。はい、じゃあ、はい、吉田所長。はい、同家庭支援センターです。こちらは7月ぐらいにこの新聞社さんからアンケートのようなものがあって、でいろいろ項目あるんですけど、まず利用の申請を出した児童数と、あとその実際に利用している児童数っていうのがありましてですね、その差が77人なんですけど、それがおそらくこのグラフのこれがそうです、ね、多分そんぐらいかなというところなので、国の定義でいうところの調査がありまして、そこは当然ゼロで出していますが、これまでずっとゼロです。でこの潜在的な待機児童っていうのは特にこれまでなんていうんですか、国の方でも調査とかはないので、この新聞社さんがおっしゃってるものなんですね。で先ほど申し上げた申請した人から実際使ってる人を引いた77人の方については、大体例えば学校内の学童クラブだけを希望しているとか、特定のところだけをご希望されて、一応我々も聞くんですけども、そこがダメならいいですということで、別の手段が何らかあるということで、その場合はじゃあ入会を希望しませんというふうな方が大半ですね。そういった意味で、それを潜在的と呼ぶのかどうかとなるんですが、実態としてはそういうところが多いです。あと我々としてはなるべく必要な方には当然ながら使っていただきたいので、利用希望の欄には
5つぐらいは書いてもらうようにお願いしてまして、で書いていただいた方はどれかに入っているという状況でございます。ただ年度途中に移動っていうんですかね、別のところに空きが出ればご移動というのも可能なので、それはご希望を出していただいて、で実態としてそういう方は退去しているような状況なんですけども、運よく空きが出れば希望のところに行けますし、空きが出なければその1年間は同じところでお過ごしになるというのが現状ということでございます。はい。当期の場合そうです。それほどあれですこの学童保育の落選っていうのはそんなにはないってことなんですか。落選というのも例えば第一希望に落選ね。っていうのはいらっしゃいます。はい。それなりにいらっしゃると思います。でもそれをどっかではい。フォロそうでーできてる。すね。それははいなるべく出していただく段階で行けるところは全部書いてくださいというふうにお願いしているので、そういう場合ははいどこかには必ず入っているという状況。はい。よろしいですか。わかりました。ありがとうございました。はい、他に情報提供ございますでしょうか。よろしいでしょうか。本日の休憩会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。では